どうも、じゃあ新宿工房です。兄です。弟です。僕たち普段は革の財布やバッグを作る職人をやっております。はい。で、今回ですね、はい、前回スタッフのお知り合いの方にお借りいたしましたバーキンと、もう一つコピー品のバーキンもお借りしてるんですよ。まだ別の方から。はい、それを見比べて、エルメスの本当の職人が作ったものと、コピー品の違いを、職人ミシンの違いを、職人目線で、テクニカルな観点からね、違いを解説していきたいと思います。はい。じゃあそれでは元気よくね、稲妻のようにね、そのような勢いでやらせていただこうと思います。はい、それでは行きましょう。はい。これ何ですかこれは？ノーモアエガードラゴンのやつです。じゃあ丁寧に扱っていただきます。じゃーん。じゃーん。本物の方マジでこれ緊張するわ。取り扱い注意やから、こちら本物で、でこちらが、コピー品なんですね。でこの違いを、説明させていただこうと思うんですが、大きさ1個大きいな。多分これ大きさそっちの方がでかいな。じゃあ、こちらですね、まず見た目、素材から見比べていきたいと思います。はい。革からなんですけども、違い、どういうところかというのを、あらかじめちょっと見せさせていただいたんですが、革自体は、こっちは前の動画でもご説明させていただいた通りなんですけど、こちらに関して革備えどうなんかって言ったら、全然普通っていうか全然いいやつなんですよ。そんな悪い革は悪くないですよね。チャッチー革使っているというのは全然ないですね。普通のしっかりしたそこそこいい革使ってます。金具、ここの真ん中のこのベルトの回すやつなんですけど、こっちのに使われているのは一般的に流通しやすい形の金具っていう感じで、エルメスの本物の方を見てみたら後ろがリベット式になっていて、これあんまり見ないんで、多分エルメスがオリジナルで作ってるんじゃないかなという感じの金具でした。見た目に関してその出来上がりは別にそんなに、パッと見て遠くから見た時の感じは、ちょっと皮のシワというのがやっぱこっちの方が型崩れがしやすいのか、ちょっと歪みがある。遠くで10メートルぐらい離れてこう持ってたら分かる。バーキンやなと思う。じゃあ次にステッチ見ていきたいと思います。これが一番違い出ますんで、まずこの一番メインのステッチいきますか。ここのステッチなんですけれども、本物はここ手縫いでいかれています。手縫いで綺麗にいってますね。ピッチも乱れてる。こっちがどうなのかなと思って見てみたら、ミシンで縫ってるんですよね。ここミシンの方がやっぱ早いんですよ。なぜわかるかというと、こっちから見た時に上糸が下糸の方に来ていると。上糸がだからこっちから見えているっていう感じになってるんですよ。前は糸調子が合ってない、前と後ろで、糸目の見え方が違ってるんですね。でこれはミシン独特の見え方で、これ手縫いになったらこれはならないんで分かるということですね。なんですけど、こうミシンで縫ってるんですけど、この1センチぐらいある厚みをミシンで縫うっていうのも結構難しくて、細いから余計に結構難しい。早く縫えるけども、ほんで縫うのむずいと思います。ミシンでいこうと思ったら分厚すぎるんで。で次ハンドルのとこ見ていきますか。エルメスの場合はここ奥までしっかり縫い込まれていって、このダイヤモンドのステッチからハンドルまでつながってるように見えてるんですよね。でもこっちに関してはつなげられてない。ダイヤモンドはダイヤモンドだけ、ハンドルって切り離されて縫われてるんですけど、数作ろうと思ったら間違いなくこっちの方がいいんですよ。失敗も少なくて作りやすい。ここまで縫うのって結構難しいんですよね、縫うので。ステッチに関してもなんですけど、エルメスの本物の方はピッチがめちゃくちゃ安定していて、どこも同じ幅で縫われていると。なんですけど、こちらの方は安定してないですね。ピッチがこの真ん中のところやらが、ここのベルトなんですけど、この上下の目を重ねてる部分が本物はぴったし揃っていると。なんですが、こちらのコピーの方はずれてしまっている。返しの位置が綺麗になってないという、
この横の玉なんですけども、ここの玉、美しくエルメスの本物の方ももちろん綺麗に塗られてるんですけど、まあ偽物どうかといえば、まあ、大きいからっていうのもあるのかもしれないですけど、まあ、割と綺麗にしっかり塗られてますね。でそこの R の部分も綺麗に一定でいってるんで、技術ある職人さんが作ったと思われます。そうですね。つなぎ目もちゃんと端っこすいてますね。これ、すいて綺麗に落としてるんで、つなぎ目が分かりにくくなってるんで、これも結構薄くしてるんでちゃんとしてますね、この辺も。そうですね。そっちはどうなってる？ちなみにエルメスの本物の方はつなぎ目がもう分からないレベル。分からんな。見せてみて。どうか。全然分かりにくい。包丁でいってますね、これは。包丁でいかないとここまで薄くできないんで、これもかなり難しいんですけど、こっちの方がやっぱうまいですね。まあそんな感じがステッチによる本物の偽物の違いでございました。はい。コバ処理、この点のフラップのところ、まあ印象的な部分なんですけど、まずこの色に違う色のコバ塗ってるっていうのがまず攻めてるやんか。はみ出したらすぐ分かるから。同色でいったら分かりにくい。正直ごまかせるって言い方したらあれなんですけど、まあ、違う色で綺麗に塗ってる。じゃあこっちどうかといえばやっぱ同色でいってますね。でも塗るのはすごい綺麗。本物と比べてやっぱこっちがもうアート並みに綺麗やから、こっちアートすぎるんであれなんですけど、まあこっちもそんなめっちゃ汚いかと言われたらそうでもないですね。結構綺麗で、このハンドルのステッチの端の処理なんですけども、ステッチを入れた後に包丁で均等にこう切るんですね、余った部分を。もちろんこの本物の方はもう均一にめちゃめちゃ綺麗にカットできてるんですが、こっちを見るとちょっとやっぱりブレがあるんですよねっていうのと、あとここで言うならば切った後に念入れてるんですよ、この線。でもこっちのコピーの方は念入ってないですね。一工程省いています。前回この角縫い方難しいって言ったところなんですけど、エルメスの本物に関してはあえて手間かかる面倒くさいことを型紙を変えてテクニカルにごまかさずにやりにくいにもかかわらずこの作り方で、これ難しいやろうなと思ってたところ、やっぱりコピー品は作りやすくしてましたね。こうやると作りやすいというか、ちょっと説明細かくするとちょっと複雑になるんですけど、こっちの方が作りやすいです。数作るのを前提として作った型紙と、まあそうではない妥協せずに作ったものっていう感じですかね。っていうのが違いでございました。まあそのわけで、まあ以上が本物と偽物の、まあ職人目線の違いでございました。で、僕その後撮影してと思ったんですけど、この横あるじゃないですか。横玉が綺麗って言ったんですけど、これやっぱりこのエルメスって型紙何回も修正して、こう下膨れになるように、こうなんかセクシーな形になってるやんか。わざと型紙で調整してると思うこれ。で、キュラでこっち見たらパキッてしてもな、パキッと直線になってるからそのままなんやと思う。形だけ見て、この下膨れの形にしようと思ったら何回も修正せなきゃいけないんだ。この綺麗な形、皮の厚みをかなり何回も薄さ調整してやらないとっていうのをさっき撮影しながら思いました。まあそんな感じで、で今回これ見比べさせていただいたんですけど、やっぱり作ってる時間が大きく違うっていうのと、こちらはバーキンをかなり作りまくってる凄腕の職人さんが時間かけて作ってるんで、まあすごい綺麗、まあそれこそアート、工芸品って言えるんですけど、こっちは本当に大量生産というかある程度数作るのを前提とした型紙に変更した上で、まあ全部ミシンで縫っていったりとかやってるんですけど、ただ作りどうかって言ったら別に普通に綺麗なんですよ。このクオリティで数上げてるっていうのを想定した場合に、だからそこまで悪いっていうものでも実はないっていうテクニック的には。でここで僕は思ったんですよ、偽物の商品は実はあるけども、商品はあるけど偽物の職人っていないんだよっていうのをね、知ってもらいたいという。だからどうしても生活のために作らざるを得ない人とかいてるやんか。海外とかやったらそうかもしれないですね。でもなんて言ったらいいんやろ、これも本当に綺麗に上手に作ってるから、なんかそれをこういった感じでこのコピー品とかさ、そういうのに技術が流れちゃってるっていうのはちょっと悲しいですよね。そうですね。
まあそんな感じで、お借りした、バーキンと、バーキンの、コピー品といいますか、それの違いを、今回説明させていただきました。この感じでこのチャンネル見て面白いと思ってくださった方、チャンネル登録マークをクリックしていただき、登録していただけますと嬉しいです。あと高評価もしていただけますと我々の励みになりますので、ぜひ押していただけますと嬉しいです。で我々新進工房今スタッフの募集させていただいております。職人さんであったり事務の方の募集しておりますので、概要欄見てぜひクリックしてメッセージ送っていただけますと幸いです。こんな感じでまた次回も引き続きやらせていただきますのでよろしくお願いいたします。最後怪しかったけどね。ちょっとピーポーピーポー。最後怪しかった。緊急車両通り過ぎじゃないですか。ここほんまに動画撮影してたら1回は通るよな。絶対通るよな。そんな感じでございます。次回もよろしくお願いいたします。さよなら。